どうもこんにちは。今回の旅行の最終目的地は熊の楽園とも言われているカトマイ国立公園だったのですが、まずは飛行機でフェアバンクスからアンカレッジを経由してキングサーモンという場所まで行きました。それぞれ飛行機で1時間くらいの距離でした。で午後1時半頃フェアバンクスを出発してキングサーモンには午後5時頃到着しました。調べたら国立公園内のロッジやキャンプサイトには空きがない上に、キングサーモンにあるロッジなどはめちゃくちゃ高かったので、キングサーモンのキャンプサイトを借りてキャンプすることにしました。こちらのキャンプサイトは電気が流れる柵で覆われていて安心でした。虫は結構飛んでたんですが、蚊ではなくて小さなハエのような虫だったので、刺されることもないだろうということで虫除けを使ったのは最初だけでした。テントなんですが、本当は放り投げたらテントになるやつを買ってたんですけど、3日目から雨になるという予報だったので、急遽アウトドア用品店に行って雨でも大丈夫なテントをレンタルしてきました。テントを張った後、キャンプサイトのオーナーさんにこの地域唯一のレストランまで連れて行ってもらいました。毎日ここで夕飯をいただきました。ちなみにこちらが地域唯一のスーパーです。ちょっと割高になっていましたが、いろんなものが売られていました。さて、7月15日、2日目の朝です。カトマイ国立公園へは車などでは行けず、水上タクシーか水上飛行機でしか行けません。しかも予約が結構埋まっていて、予定を考えるのに苦労しました。この日は水上タクシーを使いました。水上タクシーのシャトルが6時15分にキャンプサイトまで迎えに来てくれて、その後水上タクシーでカトマイ国立公園へ向かいました。水上タクシーは約1時間くらいかかりました。カトマイ国立公園に着いたら、まず公園内のルールを学ぶための講習に参加することが義務付けられています。これは必ず受けなければなりません。熊のことは大事なことなので、また後で言いますね。講習が完了したらバッジをもらい、公園内でつけるように言われます。これは毎年変わるみたいで、これは2025年のバッジです。この日の本命は1万本の煙の谷という火山灰でできた谷へ行くバスツアーだったのですが、その待ち合わせ場所へ行く途中で通った橋の下で熊が食事をしていました。ここでは大声で喋らない、熊の食事を邪魔しないなどのルールを守りました。橋の上に自分はいるので絶対に襲われないという安心感からか、熊が大きな犬に見えました。バスツアー開始です。道中熊にも会いました。時々バスを降りてガイドさんが地形や歴史の説明をしてくれました。このバスは川なんかも渡っちゃいます。ハイキングコースの入り口まで来ました。バスツアーが始まって3時間後ぐらいです。ハイキングコースの入り口にトイレや小屋があって、そちらでまずお昼ご飯をいただきました。さて、ハイキングスタートです。最初は下り坂で、それもそこまで急じゃなかったので、かなりサクサク進みました。今回の娘の服装ですが、しっかり長袖長ズボンです。前回のハイキングで半袖半ズボンだったので、藪で枝が刺さって痛そうだったので、今回は忘れませんでした。熊の講習で習ったことをここでおさらいしておきましょう。熊を見ても走らない。熊に背を向けない。食べ物やジュースなどを持ち歩かない。急に出会ってお互いが驚かないように、常に喋って人間がいることを熊にアピールする。などは基本的なことだと思うのですが、もし遭遇したら後ずさるのではなく、90度脇道にそれて熊に道を譲るということを教わりました。熊を尊重すること、熊の家にお邪魔している立場であること、優先されるべきは人間ではなく熊であることを教わり、根本的な人間の勘違いが正される内容になっていました。一番下まで降りてきました。これは火山灰でできた壁みたいです。熊の続きですが、
熊が人間を襲うというのは間違った認識で、人間が残したゴミの味を覚えている熊、人間が美味しいものを持っているのを知っている熊などが人間を襲うのですね。鳩前国立公園にいる熊は公園内を徹底的に管理しているので、熊は人間を食べ物の対象として見ていません。だから襲わないんだそうです。そもそも熊をそうさせたのは人間だったんですね。無事ハイキングコース終了です。約3時間くらいのハイキングでした。熊の認識を変えてしまった人間が悪いのに、熊は怖い、熊は人を襲うものだと恐れていたのは本当に間違っていたなぁとこの旅行で感じました。